こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、連邦軍のフラグを叩き折って根絶やしにしました。スーパーロボットアッシマーとサイコガンダムマーク2は強敵でした。強化人間の力と完結編のインフレ機体性能を見せつけられたような感じでしたね。ということでインターミッションです。今回からまたこの男に頑張ってもらうとするぞ。適正 B で G ディフェンサーに押し込まれてたキースさんオスオス。そして今回からダブルゼータを使っていくぞ。エルガイム勢の改造で消費した資金もある程度貯まり直しましたからね。中途半端な改造で出撃しても痛い目見るだけだったからな。ただし、人数の関係でスーパーガンダムが出れなくなるので、一人分機体が足りなくなってしまった。その結果がジェガン、モトイ、キュベレイマーク2ですか。選んだ理由は、装甲が一番高かった。以上。こんな見た目ですが隼人30代です。一年戦争時から年取ってません。どうしてこうなった？ということでティターンズからアウド村を守らないといけません。隔離婚の部隊が優先的に狙ってくるみたいですね。このアウド村くんですが、今まで防衛してきたネイルアーガマくんやホエールさんと比べて、本当にバカなんじゃないかって言いたくなる仕様です。まず、びっくりするくらい脆いです。ハングラビのビームガン後、6発で落ちます。そして相変わらず攻撃を仕掛けます。ホエールさんと違い、もちろん当たりません。0% がデフォルトです。そして一番の問題点。自軍部隊なのに、なぜか精神コマンドでの回復ができません。回復手段はメタスでの修理のみです。ネイルアーガマくんの時は精神コマンドで回復できたのに。やるな。くらえ。なんのこの弱さである、タコ殴りにされて速攻で落ちますねこれは。2発食らっただけでこのありさまですか。そして精神コマンドでの回復ができなくて、修理装置のみということは、2回行動ができない我々にとっては、死を意味するのである。単純に回復量が足りませんからね。いいとこ一発ちょいの回復量ってところでしょうか。そして3回食らっただけで体力は半分です。やってられません。だが、唯一救いとも言えることがある。それは、敵の戦力がハンブラビモビルアーマー形態ということだ。つまり、弾切れを起こさせれば攻撃できない。ということで、ビルギットの挑発で3体ほどアウド村から引き剥がしておこう。対象は、隔離婚、アッシマー、攻撃してきてないハンブラビですね。これで残りハンブラビは3体。できればさっきアウド村が攻撃を仕掛けたやつ以外を倒してしまいたいところ。こんちくしょう。しまった。バーニーの熱血ビームサーベルでハンブラビ一撃でしたね。これは大きい。これならもう1体もバーニーで倒しておけば、残りは弾切れハンブラビだけにできそうだ。ハンブラビの弾切れを狙うためだけの S マイン。右に見えるガブスレイがちょっと気になるが、ひとまずアウド村周辺はなんとかなっただろう。次は下の部隊ですね。こっちもワンサカです。エマさんがいい火力をしている。とはいえエマさんにも限界はあるので、ここは対ビームコーティングを装備させたサンドロックを突撃させるぞ。
この硬さです。ティターンズ相手のビームコートの優秀さったら、サンドロックもデスサイズも、エネルギーを消費する武器がないのでビームコートとの相性はバッチリですからね。しかも攻撃を食らうことで気力も上がるので、だんだん火ダメが減り、余ダメも増える一石二鳥な状態。ファティマがついてるので命中率もそこそこ安定してますしね。正直、メタスがアウド村に付きっきりな状態だから、極力無駄な被弾はなくしたいところ。今みたいな被弾も、いつもならそこまで気にしないが、回復ができないってだけで一気に重くなるからな。注意していこう。よし、このハンブラビの弾がなくなったな。これで挑発をかけてない残りのハンブラビを倒しておけば、アウド村は安全ですね。勝手にターンの初めにハンブラビと戯れるだけの船とかすな。バーニーはボス専用に精神コマンド取っておく必要がほぼないから、こういうところで気楽に使えるの本当にありがたい。調整するの自爆ですしね。精神ポイントは1あれば十分だ。なんだかんだ言ってゼータは走行薄い以外は優秀ですね。通常プレイでゼータが力不足になるって言われるのは、敵の攻撃を避けられなくなるからだからな。どうせ避けないから関係ないな。やられた。そしてダブルゼータの初陣です。はい、メガキャノンだけのマップ兵器専用と思われがちだが、ダブルビームライフルもなかなか強いので戦闘でも十分使っていけるぞ。何より、命中補正がマイナス5っていうのが大きいな。ちなみにゼータとノスの運動精査は5しかなく、ゼータのハイメガは命中補正がマイナス20なので、ダブルゼータの方が命中率が出るくらいです。運動性低いって思われがちだけど、実は意外と低くなかったダブルゼータ。右上のガブスレイはアウド村優先じゃないんですね。近くに機体がいたらそっちを狙ってきてくれるみたいだな。まあこれでアウド村優先だったら大概やばかったけどな。サンドロックさんの珍しいヒートショーテル仕様。原作のイメージから考えると、ジョーはビームサイズでバッタバッタ切りまくってたし、カトルさんはショーテルでぶっぴがんしてるから二人とも格闘値が高いと思われがちだけど、実はこのスパロボ F では格闘値より射撃値の方が高いです。まあ理由は単純。最強武器のクロスクラッシャーとバスターシールドが射撃武装だから、バスターシールドはともかく、クロスクラッシャーは投げる武装ではないのに、何か外せない理由があったんでしょうね。まあもしくは回になった後のことを考えてとかな。そんなわけで、カトルさんとジョーさんは実は接近戦武器で攻撃するより、マシンキャノンとかの方が威力が出るのであった。原作知ってる人ほど勘違いするやつである。食らえ。油断できんな。この距離では。挑発かけた奴らが寄ってきてるな。今ならちょうど射程外から攻撃できるし、今のうちに減らしておきたいですね。まだまだ勝負はこれからよ。あんな遠くから攻撃してくるのか。これは孫うことなきジェガン。武器攻撃力がいかに大事かを思い知らされる気分です。ベスバー見ちゃうと余計に思いますね。ダブルゼータを使う代償としては仕方ないところか。
まあスーパーガンダムが出てもそんなに変わるものでもないかもしれないが、スーパーガンダムもキースの必中あってこその強さですからね。そこだ。無駄だよ。これでさすがにできるな。とうとう反撃してるのに防いでしまいました。基地の上に乗ってるとはいえ、これは硬い。ガブスレイの体力もいい感じに削れるし、完璧な戦い方じゃないか。強いぞサンドロック。弱点は射程が敵よりも短いことですね。ティターンズモビルスーツ射程長いんじゃ。届かなくて接近戦仕掛けた結果がこれですよ。とはいえさすがにジェリドは無理。こいつでとどめだ。当たったけどまだ。まあそもそもジェリドさんオールドタイプにはあるまじきパイロット性能してますし、その上バイアランとかいう運動性イかれた機体乗ってますからね。バイアランとかいう一般兵が乗ってもめちゃくちゃ強い機体やめろ。ということでバイアランが3体近いです。ちなみにこのステージは敵数が8体以下になった EP で増援が来ます。今ちょうど8体なので、どうあがいてもこのターンの敵フェーズで増援が来ますね。増援が出てくると囲まれる形になってしまうので、その前にこのバイアランたちをある程度片付けておきたいところ。最低でも隔離痕は落としておきたい。何？ということでしっかりと努力をかけて今3で撃破。なんかちょうどいい位置にいましたね。そしてこれがジェリドの回避力である。ちなみに隔離痕に撃った時は 100% でした。そしてキースの必中ハイメガキャノン。必中の安定感が素晴らしい。何より、熱血なくて火力が出ないのと、ひらめきなくて回避ができない部分を全部補ってくれるあたり、相性バッチリです。くそー。そしてなんかコウさんが 69% を当ててジェリドを落としました。当たったらラッキーぐらいで努力かけてたけど、当たってくれたわ。ここでジェリドを落とせたのはありがたい。下手したら回避され続けてハマる相手筆頭ですからね。すべては運動性がイかれてるバイアランとかいう機体がいけない。はい、増援です。おなじみのジャマイカンさんヤザン隊です。しかし、今回のヤザン隊はなんとハンブラビモビルスーツ形態。ビームガン以外にも武器があります。というよりもむしろ海蛇とかめっちゃ痛いです。ビームライフルも持ってるので射程も長い。普通にめちゃ強モビルスーツですね。強いて言うなら、海蛇は弾数2発なので、適当にひらめきかけて弾を撃ち切らせると少しは安全に戦えるぐらいだろうか。と言っても今回みたいに増援でこんなそばに出てきた場合、どうしようもないわけですが。メタスがボンボン狙われてます。移動優先で変形しちゃったから、森に入れてなかった。周りはみんな森の中で防御補正乗ってるから、メタスが集中的に狙われちゃってますね。俺を本気にさせたな。さて、一丁いきますか。反応。やばそう。
射程的にこれさえ耐えればいってそうではあるが、実はちょいとやばいかも。なんとか生きてました。メタスを下手にモビルアーマー形態にするのは気をつけましょう。走行下がるし、地形効果が受けられなくなるから、タコ殴りに遭う可能性が上がります。ちなみにカトルさんは次の役目のためにマップ右へ移動中です。代役としてジオさんを置いてますが、ビームコートがない分どんどん削られてますね。まあ敵の数が減ってるから大丈夫だろうという安易な考え。このまだよ。私にだって意地があるの。この厄介すぎる武装がな。移動後打てて射程1から2。弾数は少ないが威力が高く、適性も全部 A という割と頭悪い武装。でも切り払いできるみたいですね。これだけで強くなさそうに聞こえるの、なんでだろう。このゲームがスパロボ F だからです。アウド村は半ブラギと戯れているところで、ヤザンさんとラムサスさんが素晴らしい場所にいますね。これはバスターランチャーで一気に行きたいところだな。ヤザンさんの命中率が若干微妙なのが気になるところ。そしてそもそもここまでバスターランチャーを撃った相手がサイコマー2ぐらいなので、どのくらい食らうかの感覚が全くないのが困ったところ。ということで、味方がたくさん範囲上にいるが、キースキッチューハイメガキャノンだ。エレ様とキャオ以外はひらめき使ってるし、問題ないでしょう。ゴラオンとカルバリーテンプルが一撃で落ちるような威力、キースが出せるなら見てみたい。すごいいい感じの減らしになりました。もしや、キースダブルデータ強いのでは。やってみる。やってみた結果ヤザンさんとラムサスさんを一気に撃墜だ。幸運かけて2体とも落とせたのは大きいです。幸運持ちで当てられそうなのはエレ様とダバさんだけですからね。ダバさんでまとめて倒せたのは、ラッキーだった。あるあるですね。あるあるですな。スパロボ F って、味方の 90% は避けられて敵の 5% は当たる、とかよく言われるけど、単純に味方の攻撃を低命中率で撃ってないのと、敵の攻撃回数が圧倒的に多いから、一発が印象に残るだけだなって、最近思うよ。エマさんやらかしちまったな。エマさん技量高いから。こういう意味ではクリティカルを出さないコウさんの方が減らしに優れてるとも言えるかもな。クリティカルは読めませんからね。ということで、なんか知らないが野団隊は全滅。残りはザコとライラさん、あとは資金タンクジャマイカンだけですね。資金タンクジャマイカンさんは前回と違い、アレキサンドリアではなくダブデに乗っているので、名実ともに資金タンクになりました。また、ジャマイカン同情とも言われるゆえんですね。簡単に言うと、ダブデがひどく弱いってことです。避けない当てない威力低いとかいう、負の要素しかないのに、レベルが高い資金が多いというこっちが得することばかりありますからね。こいつ、ただものじゃない。ということで 55% を当ててライラさん撃破です。成功率なんてものは単なる目安だ。あとは勇気で補えばいいとでも言わんばかりのありさまです。味方の低命中率だって撃てば当たる。それがスパロボ F というゲーム。要はその低命中率を当てる試行回数をいかに稼ぐかですね。ソフトリセット&ロードができたら何にも考えずにできるんですがね。
ということでトロワさん登場です。と言っても、ここのトロワさんはカトル君で説得すると勝手に帰ってくれるので、全く気にしなくてよいです。どうでもいいけどこのキースのセリフというか言い方がありえんうざいです。キースまさかの煽り性能高かったとか言う。この程度で。そしてこのありさまである 1% って、撃てい撃ちまくれ。外れた。落ちなさい。なんのまだまだ。こんなだからみんなにバカにされるんだよジャマイカンさん。トロワさんは一旦帰って次のステージでもう一回説得すると仲間になります。もうめんどくさいからさっさと仲間になってくれって。ジャマイカンが予想以上に弱くてびっくりしてる。まさか走行もペライとは思ってなかったです。そして何をしてるんですかアウド村さん。まさか、ジャマイカンになら俺にだって勝てるやろ、とか、そういうことなんですかアウド村さん。いやさすがに勝てんやろ。攻撃当てることはできそうですけどね。まあそんなしょうもない戦いに時間使ってられないので、さっさと仕留めに行きましょう。こういうやつには手加減かけてアムで倒すがやはり基本ルートですね。お金は稼げるところでしっかり稼いでおきましょう。これでどなんだと。ジュオが魂覚えてくれました。ラバに続く2人目ですね。ということでいろんな人が来ました。おじちゃんたち。言動の人間らしさが垣間見れるひとときでした。ということで、無事クリアです。ダブルゼータの改造で資金それなりに使ったけど、ティターンズは半ブラビとかで資金が回収できるから、意外と増えますね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。